最初山行った時このビボで揺らぐじゃないですか。自分的な意見で言うと、用途によって使い分ける。こう乗っけることによってオールシーズン用で、あともう一個いい点がいけないんだとは思ってない。実際僕も今年尾瀬行った時、これでワンセットとして持ってってもちょっと欠点かな。やっぱクローズ押せるかな。こんにちは。ケリの山登りのケリです。本日は2025年に買ってよかったものを紹介していきます。ウェアとかは今回紹介ないんで、今回は山の道具になります。で、ここに載ってるものもそうなんですけど、ここに載らないもの、ちょっと大きいものもあるんで、そちらも合わせて紹介していこうと思うので、最後まで見ていただけると嬉しいです。これ別にランキングじゃないんで、順番は適当です。今日紹介するギアは、2026年、来年も全然使えるギアだと。全然使えるっていうか、全然使っていきたいギアだと思っているので、誰かの参考になったら嬉しいです。では、早速行ってみましょう。はい、では1点目紹介していきます。履いているデザインのショッピングバッグになります。これ毎年買ってる？これも3年ぐらい使ってるけど、これが初期に買ったやつ。で、これが去年で、今年は L サイズ買ってみました。毎年1個ずつ増えていってるんですけど、で何がいいかっていうと、僕的にはデザインと使い勝手と頑丈さってところで、この3点がこのギアの僕の気に入ってる点になります。履いているデザインの特徴はやっぱこういうウサギですね。これがブランドのロゴっていうかアイコンになっているものになります。このアート的な劉美恵野さんっていうアーティストの方とコラボした、バッグになります。デザインもさることながら耐久性もすごく良くて使い勝手も本当にいいんですよ。例えばこの S サイズ、結構コンビニとかスーパーとか行く時に結構使ってる。M サイズは日帰り温泉とか、登山後とか行く時はコンデに着替えとか入れて温泉によく行ってます。今年買ったでっかいバッグ。これもね、スーパーとかにも持っていけるし、温泉行くとそういう使い方もできるし、山で使う時もね、物を詰め込んだりとか、ロールトップのスタッフサックとかあると思うんですけど、それよりは防水性は落ちるけど、これにね、着替えとか入れて濡れないように縛んなくてもいいんですけど、こうやってちょっと折り曲げとけば、これだけで結構防水性能をアップすると思うんで、ここに着替え入れたりして持ってったりもしています。特にどのシーンでどれを使うとか別に決めてないんで、行く参考によって気分で決めてるって感じですね。やっぱり耐久性なんです。3年ぐらい使ったこのショッピングバッグもちょっとね、糸がね、飛び出てるんだけど、全然使えるし、見てください。このプリントがね、全然色あせてこないです。これは一応履いているデザインさんの、印刷技術がすごいらしくて、プリントが落ちてこないです。何年使っても。で、3年使っても穴も開いてないと思う。多分。これ結構コンパクトになるんですよ。L サイズのショッピングバッグ。本気で押し込めばまだ小さくはなります。S サイズはね、当たり前ですけど、もっと小さくなるので、軽く折りたたんで、手に入れておくとかも全然入るんで、そういう持ち運びとかも便利だと思います。せっかくなんで全部比べてみようかな。街が一応こんな感じに。サイズの違い。なんとなくわかると思うんですけど、一応容量なんですけど、S が7リットルの 14g、M が 11.7 リットルの 20g、L が24リットルの 36g になってます。L ね、だいぶでかい。なんで、用途によって使い分けるっていうのが、いいのかなと思います。こんな感じ。入らん。ほんと使いやすいんでね、このバッグ。山でも街でも。いろんなシーンで使えると思うんで。で、一個だけね、デメリットじゃないんだけど、値段がね、ちょっと高いんですよ。でもその分長く使えるので、1個買ってみるのもいいと思います。続いては2点目。ジャラジャラついてますが、ホイッスルになります。これは以前、他の動画でも紹介してるんですけど、いいところ。なんといってもね、軽い。2g で、コンパクトで、デザインがいい。ホイッスルはね、もともと持ってなかったんです。よくね、ザックのこういうところにね、もうホイッスルついてるじゃないですか。なんで、別にホイッスルいらないやって思ってたんですよ。ザックについてるホイッスルマジで良くならないんで。そんな点では、これほんと買ってよかったんですけど、もう一個買ってよかった点としては、クマがめっちゃ出るみたいなニュース結構あると思うんですけど、クマ対策にもホイッスルって使えるんですよね。クマが出そうな時とか、出そうなところとかで吹いてあげると、クマに自分の位置を知らせるっていう点でも、ホイッスルいいなって思いました。実際僕も今年、尾瀬行った時には、動画には載せてないですけど、ところどころ人気のないところでは、ホイッスルを吹いてました。人がいっぱいいればね、あんま出てこないとは思うんですけど、ほんと人がいない山に行く時は、音で知らせるものっていうのは1個持っとくと便利だと思います。僕は結構鈴はね、持ってないんで持ち歩かないんですけど、
なんかね、あれなんですよね。自分的な意見で言うと、自分が歩いてる時に鳴ってる鈴の音がすごい気になって、周りが使ってる分には気にならないんですけど、自分にずっと付きまとう鈴の音がちょっと苦手。なんで、ホイッスルとか、そういったもので、ところどころで音を鳴らしていくとか、喋るとかで対策が取れるので、ホイッスル、そういう場面でも使えると思うので、今年買ってよかったギアの2つ目に入れました。続いて紹介するのは、ナップデザインと川原木岳のコラボのお財布になりますね。DCF の。はい。皆さん山で財布ってどうしてますかね、僕も財布は結構、小さい財布今は使ってるんですけど、昔は普通サイズの財布使ってて、山に行く時にね、結構ね、邪魔なんですよね、財布って。ちょっと重かったりするんで、山で使う財布として今回このお財布を買いました。今年の1月ぐらいかな、これ買ったの。川原木岳さん行った時に買いました。で、これ普通に DCF のお財布なんで、めちゃくちゃ軽い。小銭だけ今入れてるんです。カードが8枚ぐらい入る財布。山に8枚もカード持ってかないんですけどね。カードも8枚ぐらい入って、あと小銭がここにね、止水ジップで小銭が入る。お札もね、ここにしっかり入る仕様になってます。中にもこうやってカードを入れるところがあります。あとはマジックテープでだけの財布なんですけど、で、今山でも結構キャッシュレスをね、使える山小屋とかも増えてるので、そんなお金を使うってことも減ってきてるんですけど、やっぱまだまだ現金で払わなきゃいけないとことかもあるので、お財布は必要だし、カードもあったらあったで便利。あとトイレとかはね、やっぱ小銭が必要になってくるんで、ペイペイで払えるとことかもあったけど、基本山ではまだ現金使うような場面は多いので、財布を1個持っておくといいかもしれません。皆さんどんな財布を使ってますかっていうか、山に行くとき財布入れ替えたりしてんのかな。続いて4点目。こちら、ビボベアフットのプライマストレイル FG3.5 になります。この靴は今年の4月ぐらいに買ったのかな。ビボで言うと3足目のビボです。42を履いてます。サイトにも 280g って書いてあったんですけど、はい、実際これ測ったら 260g でした。片方も 255g。これ多分ソールのすり減り具合でちょっと変わってんのかわかんないですけど、僕がビボを履き出したのはもう2年前、ちょっと前ぐらいから。この履いた当初はね、すごい薄いなと思って、山行った時もすんごい足の裏ビンビンになんか地面の凹凸とか感じて、楽しいっちゃ楽しいんですけど、歩く時。なんか疲れたんですよね。最初、山行った時、このビボで。このビボじゃないですけど、行ったのは。何回か山行くうちに、だんだん慣れてきて、なんか筋肉痛もね、だから最初行った時は普段と違うとこが痛くなったような感じで、かなり筋肉痛になりましたね。ってぐらい、なんか他の登山靴とはちょっと違う履き心地っていうか、そこがまたいいんですけどね。極薄ソールなんで。ソールめちゃくちゃ薄いんで、もうこの曲がるぐらい、こんな曲がるぐらいぐにゃぐにゃです。はい。なんですけど、もう慣れてきたら全然いいっすね、ビボは。はい。十何年山登ってるんですけど、最初の頃はもうガチガチのハイカット登山靴普通に履いて山とか行ってたんですけど、ある時からもうトレーランシューズに変えて、モントレイル、アルトラでビボみたいな感じで。で、今ビボを数年履いてるっていう感じになります。でももう慣れてきたんで、全然ビボっていうか、エアフットの靴、ここのね、足の広がりが広い靴しか履けなくなっちゃって、ナイキとかそういう靴、スニーカーとかを履くと、なんかきつくて嫌なんですよね。だから、もう普段もビボ履いてます。こうもうボロボロ。半年履いたぐらいかな、だいたい。横穴開きそうなぐらい結構履いてる。でもソールはね、意外とまだ残ってるんで、かかとがちょっと怪しいけど、全然まだ履けます。で、僕が今までビボ履いた中で、今4足、ビボあるんですけど、その中でも一番これが履きやすい。一番スタンダード、じゃスタンダードなモデルです。多分一番ビボの中でもトレイル系歩く用だと、これが一番安いのかな。安いって言っても2マイルするんですけど、すごいめちゃくちゃいいです。としか言えない。で、これの一個ね、これの気になる点があって、これ自分で変えればいいんですけど、それがこのクイック系のね、シューレス名前そんな感じかななんですけど、これがね、最初大丈夫だったと思うんすけど、なんか記憶曖昧。これ、キュッて締めれるから、すごい楽なんですよね。楽なんだけど、登ってる時、なんか緩んでくるんですよね。途中で。だから、そんな頻繁に締め直すとかはないんですけど、何回か締めることはあります。靴の紐変えれるんで、変えちゃえばいいんですけど、僕はまだこれでやってます。ただ、ちょっと緩くなるのが、ちょっと欠点
点かなって思ってます。でも本当買ってよかった靴ですね。で、まだまだ履けるんで、これダメになってもう一回これ買っちゃうかもしれないぐらい、僕は履き心地も含めて、これが一番シンプルで好きかもしれないです。続いては5点目になります。フラットアースイクイプメントのノットビール缶ウィンドスクリーンになります。このアイテムは僕は結構持っていて、いろいろちょっと持ってきてみました。まあ他のやつはまたあれなんですけど、これもすごい良かったんですけど、じゃじゃ馬的な UFO アルコールストーブ、はい、とかなんですけど、で、以前はね、このね、アルミ缶の風防を使ってました。これ、アルミ缶なんで、火つくと燃えるんですよ。で燃えた結果、これ。使えるけど焦げちゃいました。このノットビール缶はチタンなんですよ。だから、燃えないってところが気に入ってる。デザインはすごいシンプルになっちゃうけど、こういうビール缶はいろんなデザインがあって、可愛かったり、かっこよかったりするんですけど、こっちはもうほんとチタンなんで、もうシンプル。焼けて青くなってたりするんですけど、チタンが。まあそういうのを楽しむ。まああんま普通に使ってたら焼けないですけど、この組み合わせで使ってる分には全然大丈夫。これもこの組み合わせで使ってたら燃えなかった。下にファイヤードラゴンを置いて、使った時に、あれって火が四方にこう揺らぐじゃないですか。それでここについて燃えた。このビール缶使うときは絶対こっち、こういう系のまっすぐ火が上がるようなものに使うのが、ベストだと思います。これだったら、この組み合わせでなくても、いろんな組み合わせで使える風防になってるんで、なんかあんま気兼ねなく使える。普及性で言うと、こっちの方が全然上だと思います。で、デザイン僕はシンプルでこれ好きで、サイズ調整はこうやってね、しまうときこうやってコンパクトにもできるし、ある程度のクッカーだったら何でもいけるし、もう一個の特徴は、このね、上の方にね、穴が開いてるんです。こことここと、反対側のこっちとこっち。これがこういうね、五徳がなくても使えるんですよ。これを使うとしても、後で紹介するボットあるんですけど、五徳がないとこうやって立たないんですよ。これじゃあ無理。こっから火出るし、みたいな。これでもほら、五徳がないと使えない状態。こうやってね。何でも、五徳は何でもいいんですけど、でもなんか、これが計算されたベストな高さらしいんで、セットで使うのがおすすめなんですけど、こう置けるじゃないですか。五徳がなくても使えるっていうのが、このチタン風防のいいところ。チタンのペグを使うと、これが五徳代わりになるよって感じです。ここにね、こうやって、なんかあれだな、マジックやってるみたいね。こうやってね、こんな感じで刺してあげると、こうやってね、五徳として使えるようになる。五徳としてっていうか、五徳いらずで使えるようになるっていう風防なんです。これも使うんだったらこのペグを持ってかなきゃいけないんで、普段の参考でペグ日帰りだったら持っていくこともあんまないんで、テント泊とか、そういう時限定で忘れた時とかに使えるかな。普段はこっち持ってっちゃったりするんで、あんまこのペグで使うことはないんですけど、もしもの時にこうペグとかでできるっていうのも面白い。これのいいところのもう一個は、こういう風防って軽いんで、風吹いてる時にね、動いちゃうんですよ。そんな強風ではやらないんですけど、飛んできはしないけど、こいつが動いてへばりついたりとかは全然あるんで、鍋が引っかかるからあれなんですけど、風には弱い。で、こう、床をこう乗っけることによって、この重みも加わるんで、だいぶ風に強くなるんで、風でもびくともしないような、システムになる、考えられたアイテムだなと思って、今年買ってよかったギアに入れました。続いてはこちら、エンライテントイクイプメントの枕になります。ピローですね。この枕、大きいんですよね、普通より。こんぐらい大きい。膨らましました。こんな感じ。はい。はい。で、この枕、約 100g なんで、そんなめちゃくちゃ軽い枕ではないです。100g でも軽いんですけど、100g 以下の枕もね、いっぱいあるんで、これが特別めちゃくちゃ軽いってわけじゃないんですけど、これの何がいいかっていうと、寝心地はもちろん良かったです。これの特徴は、もう最初にこの紐なんだってなると思うんですけど、伸びるんですけど、ゴムの。はい。この紐がね、わかる人はもうわかってると思うんですけど、これをマットに固定してずれなくできるんですよ。枕が迷子になることがなくなります。この前消えた動画の時に使ってたんですけど、もう枕朝までしっかり固定されててね、マジ熟睡。いつもね、だいたい枕、僕は結構枕使う派なんで、毎回持ってってるんですけど、じゃないとちゃんと寝れない。もうほんと熟睡できまして、一回起きたんですけど、耳栓取れて風のことで起きたみたいな感じです。であとこのね、枕自体もなんか人間工学になんか基づいて作られてるっぽいんで、そう書いてあった。
だからかわかんないですけど、めちゃくちゃ寝心地も良かったです。これね、裏っ側ね、見てもらうと、マットに固定しなくても、この裏っ側のね、ブツブツがね、滑り止めになってるんですよ。だから、短いマット、半身マットを使う人とか、頭の部分にマットがない人もいると思うんで、そういう人はね、これをね、外していってもいいよね。これ外せるんで、これを外して、この枕だけ持って、より軽くして、持っていくってこともできます。動かないとは思います。これなしで使ってないんで、まだわかんないですけど、まあ一応滑り止めはついてますよっていう感じです。だから重さよりは僕は快適性を取るとこの枕すごいいいなと思います。で、あともう一個いい点が、この枕めっちゃ安くて、確か3600円ぐらいだった。他の登山のね、で使う枕とかって、だいたい5000円以上したかな。結構高いですよね、枕って。で、その中でもね、5000円以下で買える枕。空気もね、すぐ入れられるし、まあ、ここから入れるんですけど、空気の調整もね、しやすいんですよ。これ開けてもね、こう押しても抜けないです。で、これどうやってやるかっていうと、このポッチを押すと、ちょっとずつ抜けていくんで、この硬さも調整しやすい。空気の量を調整して使うこともできます。簡単。スタッフサックがね、これついてたんだけど、今見つかんなくて、あれなんですけど、まあ、基本これ、山に持ってくときも、背面とかに入れてったり、まあ、その時によって全然、別にやり方決めてないけど、はい、そう使うんで、スタッフサックは基本使わないで、まあ、なくてもいいですけど、どっか行っちゃった。続いてはこちら。また同じメーカーさんなんですけど、エンライテッドエクイプメントのキルトの寝袋ですね。キルトになります。河川のキルトになります。海外のサイトで買って、幅とか長さとか色とかも全部カスタムできるので、まあ一度気になる方はやってみてください。色とかもね、10種類ぐらいあって、裏表で10以上あったかな。自分の好みの色を選べるキルトになります。普通に日本のショップとかでも扱ってるお店はあるので、まあ色は普通の既製品っていうか、まあ緑とか、カスタムでオーダーするのもよし、まあ既製品を買うのもよし、すぐ欲しい人は。見た目の話はそんな感じで、今年買って良かった点は、耐用温度がだいたい10度になってます、この寝袋。だけど、着るものによっては全然5度とか、全然いける寝袋だと思います。これも消えた動画で使ってるんですけど、ゴリュウとかでも使ったんですけど、全然10度以下でも寒くはなかったです。まあそれなり、下着だとちょっと寒いかもしれないけど、着るものによってね、寝袋なんか温度調整可能なんで、あとマットとかで調整可能なんで、まあ、一概にこれが10度だから10度までしかいけないんだとは思ってない。まあ、結構幅広い温度帯で使いやすいし、あと河川なんで濡れに強いってところがいいかなと思って、基本なんかシングルウォール系のテントだとやっぱ結露がね、気になるんで、結露した時に濡れても保温力が落ちにくい。まあ、びしゃびしゃになったらあれですけど、普通に多少濡れるぐらいだったら別に問題ない。河川なんで、ほんと気兼ねなく使える。生地も結構しっかりした生地なんで、あとね、触り心地いい生地なんで、まあそんな破れる心配はないと思うんですけど、まあ、破れたとしてもこの中河川なんで、河川だから別にこういう一枚のシートみたいな感じで作られてるんで、穴が開いたからなんか飛び出てくるとかも全然ないので、そういう安心感とか、あと見た目。自分でカスタムしたからあれかもしれないけど、見た目もね、気に入ってます。これのもう一個、ダウンバージョンも持ってるんで、まあそれと組み合わせて冬今度、テント泊とか行けたら行ってみようと思ってます。続いては、ニーモのテンサーオールシーズンになります。まあ名前の通り、オールシーズン行けるマットになってます。サイズはレギュラーワイドサイズになります。レギュラーマミーサイズもあるんですけど、僕はワイドの方を買いました。まあ、今収納している状態がこんな感じ。まあ、大きさがどんなもんかが伝わりにくい。まあこれは3シーズン用とかのマットになってて、サーマレストのウーバーライトになります。とサイズ比較するとまあこんなんなんですけど、これもレギュラーサイズなんで、両方とも長さ的には同じぐらいなんですけど、ちょうど今飲んでいるやつ、最近お気に入りのセブンイレブンの白桃ウーロン茶と比べるとまあこんな感じ。で、ウーバーライトこんな感じです。まあこうやって見ても、オールシーズン用でこのサイズだったら全然あり。選んだ基準としては、R 値が 5.4 あるんで、まあ寒い時期のテント泊でも全然使える仕様になってるマットが欲しかったっていうのと、このテンサーシリーズは寝心地がすごいいいらしい。っていうのを見たので、あと、やっぱワイドってところ、このマットを選んだ決め手かな。ワイドモデルっていうのをね、一回ね、試してみたくて、まあ、僕もそんな体は、まあ、ちょっとぽっちゃりしてるけど、そんな幅がでかいわけではないんですけど、ワイドタイプちょっとね、使ってみたくて、これにしました。で、これのレギュラーマミータイプもあるんですけど、サイド幅が51センチなんですよ。レギュラーマミーの方は。で、こっちのレギュラーワイドは64センチなんで、13センチね、
この横幅が広がるんで、寝た時にこの腕が落ちたりしないし、なんかちょっと窮屈じゃないですよ。結構だらって寝れる。オーバーライトとかで寝てる時も、ちょっと横幅もうちょっとあったらいいのになって僕は思ってたんで、今回はワイドを買ってみました。で、実際使ってみて、ほんと良かったんですよ。ここに置いてあるのは、これは付属してるポンプサック。これなんか新しいっぽいっすよ。付属のポンプサックになります。ここから空気入れれるようになって。厚さ的にはこんな感じで、やっぱ9センチあるんで、こうね、分厚いんすよ。空気をね、入れるところがあって、1個開けて空気入れて、これもう1個開けると空気が抜けるっていう感じになってます。音もなんかうるさくないし、まあ分厚くて、ね、寝心地も本当最高でした。めちゃくちゃ寝やすかった。幅広っていうのもあるし、あとこのふかふかではないんだよね。硬めな寝心地なんだけど、なんかもう本当ベッドに寝てるような感覚になるマットです。で、プラスね、さっきの枕固定してつけたら本当家で寝てるかのようなね。寝心地でした。まあ夏はこんなスペックいらないし、こんなん持ってったらちょっと重くて嫌なんですけど、まあ夏以外のシーズンでは結構活躍するんじゃないかなって思います。あとは車中泊とかも結構快適にできそうな気がします。登山に限らず普通の冬キャンプとかでもすごいいいと思いますよ。ワイドサイズが一応重さが 540g でマミー型が 400g になるので、まあ、その差が約 130g ぐらいあるので、まあ、そこの重さをどう考えるかがその人次第かなって感じなんですけど、まあ、僕はちょっと重くても快適性を取りたくてこれにしました。まあ冬は荷物もね多くなるから、まあ、できるだけ軽い方がいいよっていう人もまあ中にはいると思うし、まあそれはほんと人それぞれ。こっから先のシーズン使うの楽しみなんで、はい。また使った時には動画の中で感想を言ったりするかな。この爪はこれ。マタマット。マタマットなんですけど、これはエバニューの FP マット125になります。さっきのマットと比べたら極薄です。このマット、コスパめっちゃ良くて3000円台とかで買えるマットになってます。さっきのマットの10分の1ぐらいの値段。で、このマットのいいところは、まあさっき紹介したニーモのマットは、あれはオールシーズンいけるマットになるので、本当寒い時期とかに使うマットとして買いました。エバニューの方は、これはもう本当夏とか、まあ夏です。まあ普通に10度ぐらいでこのマットに寝てたんで、10度は全然大丈夫。夏のアルプスとか、まあ夏の終わり ?9 月ぐらいまでのアルプスとかだったら全然これでいいかな。こういう折りたたみ式とロール巻いてしまう系のものがあります。一応僕は125っていうのを買ったんですけど、これも2種類あって、100っていうのもあります。100っていうのは100センチ。で、これ125なんで125センチのマットになります。この一折りが25センチ。100だったら、これが1個ない状態が100センチのマットで、これが1個ついて125センチのマットになってます。まあ、一応125買ったんですけど、理由は、前にも言ったけど、短いマット嫌だみたいな。足まであった方がいいなって思って、ウーバーライトとか使ってたんですけど、このね、125もね、結局、こう開いた時に、頭の部分はこう枕出てるじゃないですか。20センチぐらい、頭。わかんない。20あんのかな出てるし、そこでもう145センチって考えたら、あと僕の身長だと20センチぐらい。足ちょっと出るぐらい。ほんとマジちょっと出るぐらいなんで、それだったら125でもいいかなって思ってこれ買ったんですけど、全然快適でした。あとこれ選んだ理由が、寝心地、硬い寝心地が好きなんで、薄いマットでも全然寝れます。もうほんと硬いんですよ。マット自体もね、ソフトじゃないです。イメージは畳かな。床だと硬すぎるけど、畳の上に寝たような感触のマットです。薄いよね。表面は結構ざらついてる。下の石の感覚とかは結構来るんで、ちょっと大きめな石はどけなきゃちょっと気になるんですけど、それ以外どければすごい寝心地良かったです。寒さもそこまで薄いけど、10度ぐらいで寝てても寒さはあんま感じなかったんで、まあほんと夏はこれでいいかな。で、この折りたたみ式だとザックの中にね結構しまえるんですよ。薄いし、あと問題は高さだけな。僕の持ってるパランテのウルトラライトとかの中には普通に
で、背面側に入れて、ザックの背面パッドとして使ってたっていう感じです。なんで25から30リットルのザックぐらいだったらもう中にスポッて入るかなっていう感じだと思います。ちなみに外につける場合も、これもう一回折りたためるんで、折り目はないけど、もう一回折りたたんで、外側につけたりもできるんで、そうすればロールのやつと同じぐらいの大きさになるんですよ。これ 0.7 ミリのロールなんですけど、まあそれより小さい。長さはこっちの方が長いから、まあこっちの方が大きくはなるんですけど、ロールと比べてもそんな大差ないぐらいいけるんで、これをザックのサイドとかにつければ、ロール式のと同じような持ってき方もできると思うんで、便利だと思います。あと、サブマットとして持っていくのにもいいとは思います。エアーは空気入れなきゃいけないんで、さっと広げてさっと寝たい時はやっぱね、クローズドセルって結構便利です。撤収早いし、天場ついたら速攻で広げてくつろげるんで、テント張る前にこの上に荷物置いたりとかもできるんで、って点がね、クローズドセルは結構いいな。エアの場合は撤収時間かかるな。夏はやっぱクローズドセルかな。これが最後のアイテムになります。バーゴのボットになります。で、これは僕が実際買ったわけじゃなくて、これは今年の誕生日にもらったやつです。だから前から欲しかったんで、本当にありがたい。これのいい点。もう見た目がね、かっこいい。これでもめっちゃ高いんで、これで2万2000円とかかな、今。ただこれは使い勝手がすごい良くて、いろいろ紹介はされてるんで、ムーンライトギアさんチャンネルとかでもね、細かくね、紹介してるんで、僕の方では別にあんま細かく紹介しないんですけど、見た目が好きです。コンテナとしても使えるんで、こうねじ込んでこう閉めるんで、中に水を入れて持ち運ぶこともできるし、言ったらおでんとか入れて持ち歩くこともできるし、好きなものを入れて持ち運べる。逆さにしても水漏れしない。ってところがいいなと思いました。もちろんクッカーとしても使えるし、で、この蓋の部分だけで使うことももちろん可能で、コーヒー入れて飲むこともできるし、使い道はまあ人それぞれな。カーボンフェルト入ってる。これね、ちゃんとね、メモリもね、あるんですよ、これ。300から900までのとこにメモリがついてるんで、測りとしても、まあ、使えるかな。だから内側にも、外にあるけど、内にもちゃんとメモリはある。安心してください。チタンだから、沸騰までに時間かかったり、あとは、冷めるのが早いんで、まあ、冷めるのが早いからこそ、いいところもあるんだけど、こんな入れることはないんで、ここまで熱いってことはないですけど、火にかけてたら、ここもまあ熱で熱くなるんですけど、チタンだからちょっと置いとくだけでね、もうシリコンバンドもついてるんで、あれなんですけど、全然素手でも持てます。なんかいろいろやりたいけど何やっていいかわかんないけど、なんか持っていて、なんか満足できるアイテム。お湯を沸かすときはこれ蓋として使う。チーズフォンデュやる人もいるらしいんですけど、僕は熱燗作ってたりとか、まあそういう使い方ができたり、まあ人それぞれ楽しみ方をね、何通りも見出せるアイテムだと思うので、まあこれからもね、いっぱい使っていきたいです。で、あとはこれですね。もう一個付属じゃないけど、まあこれは自分で買ったもらったやつじゃなくて、これもバーゴの、なんだっけこれ。あれです。これがね、ちょうどね、こうやってね、フィットするんで、まあこれで持ち運べるんで、まあこれでワンセットとして持っていってもいいと思います。これだけでもそんな重さないでしょ多分。このセットをね、持ってれば、なんか幸せになれそうなアイテムだと思います。いかがだったでしょうか？買ってよかったものを紹介してみました。やっぱ自分の好きなギアをね、使っているのが一番楽しいと思うし、今回紹介した道具以外にも、めちゃくちゃいろんなものが今溢れているので、なんかおすすめのメーカーさんあったら教えていただけると嬉しいです。また、今回紹介した動画で使ってみて、こういう使い方もあるよとか、なんかあったらコメントとかいただけると嬉しいです。はい、では本日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思った方は、高評価ボタンと、チャンネル登録、まだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。